日本史阿波局とその後。阿波局は北条政子の妹だが、頼家の弟実朝の乳母となったことで、鎌倉幕府内の権力闘争にいやおなしに巻き込まれていく。阿波局とその後を詳しく見ていこう。阿波局は1160年頃に北条時政の娘として生まれた。阿波局は幕府に仕えた時の名前で、本名は靖子であったと言われている。局とは幕府で部屋を与えられた身分の高い女官という意味である。1180年治承4年に源頼朝が挙兵した時、京都の醍醐寺で出家していた頼朝の弟全成が駆けつけてきて参陣する。全成は源義朝と常盤御前の間にできた3人の男の子、今若、音若、牛若のうちの今若で、義経の兄である。全成は駿河の国阿野に領地を与えられたため、以後阿野全成と名乗っている。阿波局は全成と結婚して嫡男時元を出産するが、ちょうど同じ頃に頼朝と政子の間に千万後の実朝が生まれている。政子は嫡男頼家が乳母の比企氏の言いなりになってしまった反省から、妹に乳母になることを望んだ。頼朝から乳母と乳母に任じられた阿波局と阿野全成夫妻は以後、北条氏と共に幕府内の権力争いにいやおなしに巻き込まれていくのである。1199年建久10年、頼朝が落馬による事故で急死したことで、御家人同士の権力争いが表面化する。頼家が第2代の鎌倉幕府将軍に就任すると、頼家の乳母同士であった比企能員と梶原景時の2人の仲が険悪となった。そこで北条時政は阿波局と協力して、最初に頼家の教育係である梶原景時の追い落としを画策する。頼朝の長身であった結城朝光がある席で、忠臣は二君に仕えずと言うが、頼朝様が亡くなった時に出家すべきだったと語った。すると景時が頼家に、朝光は頼家様には仕えたくないと公言していると讒言する。景時の讒言を聞いた阿波局は朝光に、あなたは景時の讒言によって誅殺されるでしょうと伝えた。悩んだ朝光は親友の三浦義村に相談。景時を快く思わない比企能員も加わって66人の梶原景時弾劾連判状を作成する。優秀な側近ではあるが、讒言することが多かった景時は御家人仲間から嫌われていた。連判状を突きつけられた梶原景時は弁明することなく鎌倉を去り、やがて一族は滅亡している。しかし景時を慕っていた将軍頼家は、景時追放のきっかけを作った阿波局を憎んで仕返しを決行する。この頼家と阿波局の対立によって、頼家と実朝を擁する北条氏の確執はさらに先鋭化していくのである。1203年建仁3年、突如頼家は阿波局の夫である阿野全成を捕獲して
日立の国へ配流している。さらに頼家は政子のもとに逃れた阿波局を引き渡すよう迫った。だが政子は断じて阿波局を引き渡さなかったという。怒りの収まらない頼家は全城を下野の国の八田巴家のもとに移して斬首させている。ところが頼家が急に発病して危篤状態となるが、これは時政が毒を持ったのではないかと言われている。さらに時政は比企能員を自宅におびき寄せて暗殺すると、頼家の子1万もろとも比企一族を滅亡させている。頼家は奇跡的に回復するが、出家させられて伊豆の修善寺で幽閉され暗殺されている。阿波局が乳母として育て上げた実朝が12歳で第3代将軍に就任する。しかし時政と牧の方は実朝を廃して娘婿の平賀朝雅を将軍にしようと画策する。阿波局は義時や政子と連携して実朝を救い出し、時政と牧の方は伊豆へ追放されている。1219年承久元年、実朝が右大臣となった拝賀の儀式で興行に暗殺される。すると阿波局の嫡男時元が謀反を企てたという理由で北条義時や政子に誅殺されるのである。夫の全成に続き嫡男の時元まで失った阿波局は果てしない権力闘争に巻き込まれたが、その後どのように行動したのかという記録は残されていない。1227年嘉禄3年、阿波局は北条政子が亡くなった2年後に逝去した。執権北条泰時は叔母のために30日間喪に服したと言われている。